新年明けたばかりの時、いとこのウェスリーが車で妊娠後期の女性をはねて死なせ、実刑判決を受けた。被害者遺族は数百万ドルの示談金を要求し、市内で弁護を引き受ける弁護士は私だけだった。数日間眠らず証拠を集め、いとこの車で裁判所へ急ごうとした時、叔母に呼び止められた。また金を無心しに来た貧乏親戚？車を借りに来たの？彼女は腰に手を当て、嘲笑うような表情を浮かべた。うちの子が優しいからって、頼みもせずに車を使っていいと思ってるの？何様のつもり？これは特別仕様の G ワゴンよ。時給1000ドル、1日万ドルだって請求したって、現金なしにここから動かすわけにはいかないわ。改定まで時間がなかった。私は書類を持ち上げ、説明しようとした。彼女は露骨に見下すような目で私を見た。三流大学での弁護士がうちの子の事件を扱えるって？笑わせないで。一流法律事務所の大物たちが昨日も彼と食事してたのよ。わかったわ。彼女は目を細めて非難した。あなた、ただうちの車に乗って格好をつけたいだけなんでしょ？私は必死に首を振った。ブレンダおばさん、違います。ウェスリーは深刻な状況で、私が。言葉を終える間もなく、彼女の平手打ちが頬に炸裂した。くだらないこと言わないで。もう車をガレージから出したんだから、今すぐ払わなきゃ、この敷地から一歩も動かさないわ。叫びながら、彼女はいとこを救える唯一の証拠を奪い取り、引き裂いてしまった。徹夜の努力が無残に破られるのを見ながら、裁判所からの着信で携帯が何度も震えた。私はただ、かすかに微笑んだ。私がいらない？わかりました。行きません。いとこがいつ家に帰れるか見てみましょう。1、シエナ、俺、人を跳ねちゃった。町中の弁護士、誰も引き受けてくれない。もう頼れるのは君だけだ。被害者は妊娠してた2人分の命だよ、シエナ。誓って飲んでないんだ、なのに体内からアルコールが検出された。頼む、すぐ戻ってきてくれ。そうじゃなきゃ、俺の人生終わりだ。いとこのウェスリーが真夜中に電話をかけてきた。私はすぐさま飛行機に飛び乗った。新年の祝日が明けたばかり。ウェスリーは従業員にボーナスを配るために会社へ向かう途中、妊娠後期の女性に衝突。女性は即死、2人の命が失われた。さらに悪いことに、駆けつけた警察は飲酒運転の容疑で彼を逮捕、重罪に問おうとしていた。ウェスリーは一滴も酒を飲んでいないと主張した。彼は会社の運転資金の半分を有力コネに注ぎ込んだが、評判の良い弁護士は誰もこの事件に手を出さない。皆、必ず負けると思っていた。そうして、彼はようやく私に電話をかけてきたのだ。数日間休まず調査した結果、私は彼のバスルームに隠された決定的な証拠を見つけた。強力なアルコール入りのマウスウォッシュのボトルだ。飲酒運転の嫌疑を覆す唯一の方法だった。飲酒運転の疑いを晴らせば、遺族との示談交渉と許しを得ることに集中でき、刑期を短縮できる可能性があった。時計を確認。公判開始まであと1時間。自分の車を取りに帰る時間はなく、配車アプリも遅延のリスクがある。私はウェスリーの G ワゴンのキーをつかみ、裁判所へ向かおうとした。その時、叔母のブレンダが現れ、私の行く手を遮った。また貧乏親戚か。いつもうちの子にお金を無心したり、車を借りたりして。降りなさい。窓を開けた。ブレンダおばさん、今緊急で向かうところです。詳しい事情は後で。彼女は聞く耳を持たず、車内に手を伸ばしてドアを勢いよく開け、私を運転席から引きずり出した。
あなたの緊急事態なんて知らないわ。うちの子が留守の間に彼の車で生きりたいだけでしょ？彼女は唾を吐くように言った。ウェスリーは心が優しすぎて、貧乏な親戚たちに舐められ放題なのよ。でもなんで一番高い車を選んだの？よくもまあ。これに傷一つつけたら、あなたの年収全部でも修理代に足りないわよ。おばがまだウェスリーの窮状を把握していないと思い、私は耐えた。ブレンダおばさん、嘘じゃありません。ウェスリーの緊急の要件を処理しに行くんです。遅れたら、彼は大変なことになります。彼女は青けそり、狂ったように笑った。うちの子があなたに頼み事？よくもまあそんな大それたこと言えるわね。あなた、何様なの？彼はあなたに頼む必要なんてないわ。私を騙そうとしないで。この車は輸入車で高いのよ。まあ、親戚だから時給$1000のレンタル料でいいわ。正午までに戻らなかったら$10,000ね。彼女は車の真正面に立った。ここを出る前に仮賃を払いなさい。2、私は本当に呆然とした。ウェスリーの家族とはほとんど交流がなく、おばが言うような借り物をしたことも一度もない。もし時間がここまで逼迫しておらず、交通渋滞や配車キャンセルのリスクを避ける必要がなければ、ウェスリーの車には乗らなかった。彼らから何か得ようなど微塵も思っていない。正直なところ、ウェスリーが子供の頃から私に比較的まともに接してくれていなければ、この毒にも薬にもならない高リスクの事件など最初から引き受けなかった。彼が私に頼み込んできたのであり、彼女が法外なレンタル料を要求しているのか？イライラしながらまた時計を見た。さらに10分を無駄にした。もし私が遅れれば、ウェスリーは弁護人不在となる。結果は明白だ。死刑か終身刑だ。ブレンダおばさん、本当の話です。ウェスリーが任をはねました。あと50分で裁判が始まります。私は彼の弁護人です。行かせてください。彼女は2秒間固まった。事態の深刻さを理解したような表情を見せた。よし、動くぞ、と思った。ちょうど私がドアハンドルに手をかけたとき、彼女は高笑いし、私の手めがけてドアを勢いよく閉めた。指に激痛が走った。ブレンダおばさん、何するんですか？彼女は軽蔑の眼差しで私を見た。なんて？とんでもない嘘つきね。うちの子は2日前に出張で市外に出てたんだから。どうやって人を跳ねるっていうの？それに、仮に跳ねたとしても、彼の知り合いには有能な弁護士がいくらでもいる。なんでオンライン大学でのペーパードライバーみたいなあなたが必要なわけ？きっとあなたが必死に頼み込んで、彼が哀れんで仕事をくれたんでしょ？もう二度とうちの子に呪いの言葉を吐かないで。さもないとどうなるかわかるわよ。彼女の罵詈雑言に私は無感覚になった。彼女はいつも私の家計を見下していた。私の留学は偽物の外国大学が良いと片付けられた。ウェスリーが中退して大金を稼いだから、彼女は自分が優れていて、誰も息子には及ばないと思っていた。彼女が知らないのは、私の収入はウェスリーと同等で、彼の派手な G ワゴンより、自分の地味で信頼できるセダンの方が断然好きだということだ。もう地位の議論で時間を無駄にはできない。切り札を出そう。彼は人をはねて飲酒運転で起訴されました。今、私以外にこの事件を引き受ける者は誰もいません。彼女がためらっているのを見て、私はすぐに車から事件書類を取り出してみせた。見てください、ブレンダおばさん。これは正式な申立書です。私の名前とウェスリーの名前が載っています。お願いです。行かせてください。もう30分もありません。刻一刻と時間が過ぎる。いとこを裏切ること
約束を果たせないことが怖かった。彼の運命は完全に私の双肩にかかっていた。ブレンダおばは書類を奪い取った。理解するでもなく、ただ激怒しながらそれを見つめた。遺族への示談金200万ドル。シエナ・ソーン、あなた、ウェスリーの留守中に会社の印鑑を盗んで、金を騙し取ろうとしてるんでしょ？今すぐ車代を払いなさい。さもないと後悔させるわよ。3. ブレンダおばは私の手首をつかみ、爪を肉に食い込ませ、私がどれだけ抗議しても離さなかった。ポケットの中の携帯が絶え間なく震えた。裁判所の書記官だ。私の遅刻を知らせるためだろう。彼女が裁判所の人間の声を聞けば、信じるはずだ、と思った。裁判所からです。信じないなら聞いてください。私は急いで応答し、スピーカーにして彼女の耳元に近づけた。書記官の慌てた声が空気を切り裂いた。ソーン弁護士、なぜいらっしゃらないんですか？もうすぐ開廷です。あなたの依頼人の立場はすでに危うい。もし欠席したら、量刑は確実です。死刑か終身刑です。証拠があれば、すぐに来てください。電話を切り、やっと理解するだろう、と思った。ところが彼女は甲高い声で笑い出した。シエナ・ソーン、この卑しい女。本当に必死なのね。私とうちの子を騙すために役者を雇うなんて、ずいぶん金を使ったんでしょ？他に何人いるの？みんないらっしゃい。それに、あなたみたいなディプロマミルでの弁護士が、本当の法廷に足を踏み入れる資格があると思ってるの？うちの子がいなきゃ、あんたたち全員飢え死にだわ。私は呆然とした。すべてを後悔した。もしウェスリーに約束していなければ、この毒のある家族全員に見切りをつけていただろう。ブレンダおばは得意げに G ワゴンを指さした。あなた、うちの子の車をガレージから出したわね。日差しに焼かれてるじゃない。田舎者にはわからないだろうけど、塗装も内装も傷むのよ。それで？私は彼女が一体何を求めているのか混乱していた。それで1万ドルじゃもう足りないわ。クリーニングとメンテナンス代としてさらに5000ドル追加。言っとくけど、これ以上引き延ばしたら車の購入価格全額を請求するからね。彼女の顔を見て議論は無意味だと悟った。まだ15分ある。飛ばしていけば間に合うかもしれない。歯を食いしばった。わかりました。お金を振り込みます。すべてはウェスリーの初公判が終わってからだ。私は素早く彼女の口座に振り込み、車のドアを開けようとした。まだ座りもせず、彼女は私の髪の毛をつかみ、力いっぱい車から引きずり出した。目がくらむような痛み。私はアスファルトに強く叩きつけられた。彼女の目には残忍な光が宿っていた。行っていいって言った？レンタル代は払ったけど、まだ私とうちの子から200万ドルを騙し取ろうとした件の清算が残ってるわよ。私は恐怖に襲われた。彼女の妄想と悪意のレベルを本当に信じられなかった。いつ私が彼らを騙そうとした？あれは被害者遺族への示談金だ。200万ドルで命は戻らない。それに遺族は受け取らないかもしれない。頭皮がズキズキと痛んだ。本当です。あなた方から金を盗もうとしてません。信じないなら、今すぐウェスリーに電話してください。4. ああ、今すぐうちの子に電話する。長い間呼び出し音が鳴り、誰かが出た。ウェスリーの妻、ティファニーだ。もしもし、お母さん？どうしたの？彼女の声を聞いて、絶望の波が押し寄せた。ウェスリーは携帯を持って行っていなかった。彼は秘書の回線から私に電話をかけてきたのを忘れていた。ブレンダおばは私を睨みつけた。この女、
シエナ・ソーンがうちの子が車で人を跳ねたって言うんだけど、本当なの？電話の向こうでティファニーはすぐに激高した。とんでもない。主人は2日前に休養ができたって言ってました。人を跳ねるなんてありえない。お母さん、その口の悪い女に逃げさせないで。お正月も明けないうちから主人に呪いの言葉を吐くなんて。心配しないで。させないから。私はマウスウォッシュのボトルを取り出した。これは私が見つけた証拠で。言葉を続ける間もなく、ブレンダおばは怒りのあまり私の方を強く叩いた。この女、まだ私を騙そうって？はっきり言ってやる。たとえうちの子が人を跳ねたとしても、それは道に立ってたやつが悪いの。うちの子の仕事の邪魔をした自業自得よ。この町でうちの子にどれだけのコネがあると思ってるの？そんなちっぽけなことくらい、どうにでもなるわ。思わずたじろいだ。ブレンダおばさん、あの方は妊娠した女性です。2人の命ですよ。どうしてそんなことが言えますか？もしこれがウェスリーの態度なら、私は彼を助けない。彼女は私の腹を強く蹴った。私に説教する気？それが真実よ。この世の中、貧乏人の命なんて安いんだから。あなたたち貧乏親戚はみんな同じ、下水道に住む寄生虫みたいなもん。うちの子がいなきゃ生きていけないくせに。彼女は私の手からマウスウォッシュのボトルを奪い、高く掲げた。彼女の意図を察し、私は絶叫した。壊さないで。あれはウェスリーが飲酒運転でないことを証明する唯一の証拠です。後悔しますよ。彼女は断固としていた。何が証拠よ。まだ私が信じると思う？ガシャン。ボトルは粉々に割れ、ガラスの破片と強い匂いのする透明な液体がアスファルトに散らばった。唯一の弁護材料はこうして終わりを迎えた。私の動揺を見て、ブレンダおばは一層嬉しそうな顔をした。壊すなって言うから壊したのよ。痛みを無視して事件書類に手を伸ばした。これが傷つけば、ウェスリーは完全におしまいだ。しかしブレンダおばが先に取り、叫びながらそれを引き裂いた。これでどうやって嘘つくんだ。道理でうちの子が、あなたが一番たちが悪いって言うわけだ。大学行ったくらいで偉そうにしやがって。彼はいつも、あなたの家族から電話がかかってくるのが憂鬱だって言ってた。いつも金の無心なんだから。私は突然理解した。なるほど、だから彼は私の電話に出ず、休日のメールにも返事をせず、数日後に忙しかったとだけ返信してきたのか。私が金を無心するのを恐れ、話したくなかっただけなのだ。彼はただケチなのだ。携帯がまた鳴った。裁判所の書記官だ。ソーン弁護士、緊急事態に巻き込まれたんですか？判事にさらに10分延長をお願いしましょうか？ブレンダおばは携帯に飛びついた。10分延長って何よ？うちの子が10分後に判決言い渡されるっていうの？彼女は大笑いし、まるでくだらないいたずらであるかのように電話をあしらった。見てみたいわ。うちの子に10分後何が起こるか見てみたい。私は決心した。声は冷静で落ち着いていた。いいえ、結構です。私のいとこにブレンダおばが私を引き止めているので行かないと伝えていただけますか？その言葉が口から出た瞬間、ウェスリーの怒りの叫び声が回線を通じて響いた。母さん、黙れ。本当に深刻なんだ。シエナ、親愛ないとこよ、彼女の言うことを聞くな。今すぐ来てくれ、君だけが頼りなんだ。5. ブレンダおばは電話を奪い返し、ウェスリーの声に耳を傾けた。彼女の確信は揺らいだ。顔が赤みから青ざめに変わった。あれはうちの子の声？どうしてそんなことになるの？
彼女はすぐに首を振った。ありえない。絶対にありえない。シエナ・ソーン、うちのこの声の AI ディープフェイクにいくら払ったの？狙ってる200万ドルのこと考えれば、タイ米はタイタンでしょ。うちのこの声はかすれてるの。長年の愛煙家で、いつも少し咳が出るんだから。私を騙せるわけないわ。彼女のことを滑稽に思った。ウェスリーは警察の拘置下にある。もちろんタバコは吸えない。声がはっきりするのは当然だ。会話の全内容を聞いていたウェスリーは、さらに取り乱した。いとこ。母さんに説明してくれ。母さん、お願いだ、黙って。俺を殺す気か。母さんには隠し子がいて、俺を邪魔にしてるんだろ。ウェスリーは恐怖のあまり、無関係なことを口走った。彼はその瞬間、自分の最後の命綱を引き剥がしているのが、実の母親であることに気づいていなかったのだろう。彼の発言に傷つき、ブレンダおばは電話越しに彼を引き裂こうとする勢いだった。でたらめを言わないで。口を裂いてやる。私は隠し子なんていないし、うちの子は何の問題もない。俺が息子だよ。わからないのか？俺、もうすぐ死刑になるんだ。俺がダメになったら、母さんの安楽な生活も一緒に終わりだ。ウェスリーのその言葉は正しかった。ブレンダおばの家はかつては貧乏のどん底だった。ウェスリーが一念発起して成功し、自ら事業を起こさなければ、怠惰で役立たずの私の叔父のおかげで、彼女が郊外のセレブ生活を送ることは決してなかっただろう。彼女が私を止めている。私は自分が息子の破滅の原因だと気づいた時の彼女の表情を、今や病的な好奇心で見てみたくなった。もうすぐ裁判が始まる、すぐに振り込んで。ウェスリーの言葉は、ブレンダおばが怒りで電話を切ったことで途切れた。彼女はブツブツと呪いの言葉をつぶやいた。お正月も明けないのに自分で自分を呪うなんて。うちの子はピンチなんかじゃないわ。彼女は完全に信じ込んでいた。私は彼女から携帯を取り返した。彼女の目には脅迫的な光が宿り、子供の頃田舎で見た、子を守る母狼を思い出させた。シエナ・ソーン、この悪意に満ちたアバズレ。よくもうちの子に呪いの言葉を。もう少しで騙されるところだった。彼女はまた私を殴ろうと手を挙げたが、今度は私が彼女の手首をつかみ、強く押し返した。あなたの息子を救うチャンス、もう少しだったのに私は平然と言った。大げさにため息をついた。まあ、運命がそうさせたんでしょう。あなたが払いたくなかった200万ドル？もう払わなくていいわよ。彼女は嘲笑した。私を騙せないって分かったのね。若いからって私より強いと思ってる？外のみんなを呼ぶからね。この町であなたが二度と働けないようにしてやる。彼女はウェスリーの豪邸から飛び出し、大声で叫んだ。みんな見て。主人の兄弟の娘のこの厚かましい子が、勝手にうちの子の車を運転した上に、それだけじゃ済まないのよ。うちの子になりすます役者を雇って200万ドルを騙し取ろうとしたんだから。数分もしないうちに、ウェスリーの家の外に人が集まった。ブレンダおばが何をしているかよくわかった。ウェスリーは富裕層専用の高級住宅地に住んでいる。この非営利、高純資産の隣人たちは私の潜在的な顧客だ。ここで私の評判を落とせば、私の仕事のパイプラインは干上がる。残念ながら彼女の計画には欠陥があった。私の現在の地位とコネでは、この程度のローカルな事件に構っている時間などない。人々は噂話で持ちきりだった。あの若い娘、そんなに悪質なの？200万ドル。それは重犯罪レベルだ。よくもそんなことしようと思えたね。なぜできないの？
最近の若い女の子はみんな愛人になろうとしてる。先週も一人見つけたよ。少し金を騙し取るなんて大したことない。捕まったのが運が悪かっただけ。ブレンダおばは哀れな被害者ぶった。皆さんご存知の通り、うちの家族は親戚にはとても寛大なんです。まさかこんな風に利用されるなんて思いませんでした。よく見てくださいよ、皆さん。彼女は弁護士です。もし法律相談が必要になったら気をつけないと。彼女は私に勝ち誇ったような得意げな目を向けた。弁護士？あの連中はろくでもないって聞いたよ。そうそう。主人が先月雇った弁護士も若い子で、私にメールまでして挑発してきたのよ。こいつも家庭を壊そうとしてるに違いない。金を騙し取ろうとしてるんなら愛人でもしてたんでしょ。早く写真撮って友達に注意しないと。ブレンダおばは彼らが写真を撮るのを見て完全に正しいと確信し、にこやかだった。どうぞ撮ってください、と思った。私のアシスタントには、あなた方一人一人に名誉毀損の訴訟を起こす時間はたっぷりある。それで利益を上げてやる。やがて誰かが警察を呼んだ。サイレンの音が遠くから聞こえた。二人の警官が到着し、簡単な質問をして、ブレンダおばと私を警察署に連行した。時計を見た。ウェスリーの公判は確実に終わっていた。